通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカのプロバスケットボールリーグ WNBA からの話題になります。現在トランスジェンダーをめぐる騒動で大注目となっておりますこの WNBA ですが、今回ですね、なんととあるチームが LGBT のマスコットを投入したのではないかということで、これが大変物議を醸しているんですね。タイミングがタイミングだけに、これに対しての反発というのも大きいそうなんですが、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前、こちらの動画でお伝えいたしました、アメリカのプロバスケットボールリーグですね、WNBA。現在ですね、高校に元 NBA の男性選手がドラフトに参加することを表明いたしまして、大きな話題となっているんですね。で、かねてからね、この WNBA というのは大変お目覚めになっていると言われておりまして、そもそもこの体制というのが、この問題の発端になっているんですね。すると今回、この中のチームが自分のチームのマスコットキャラクターとして LGBT のキャラを制作したんじゃないかと言われておりまして、先日このお披露目がありました。すると現在ですね、この WNBA というのはそのトランスジェンダーをめぐってね、これを認める認めないで会場でもバチバチやり合ってるものですから、大きな騒動になってしまってるんですね。で、まず本日の本題に入る前に、こちら見えてますね、エネスカンターフリーダムの状況がどのようになったのか、ちょっと情報アップデートをしていきますね。あれからですね、この WNBA 会合が開かれまして、女性とは一体何なのか、このトランスジェンダーの参加をどうするのか、会合を開きますよ、ここまでお伝えしましたね。で、この会合ですね、なんとこちらにあります。 WNBA の出場資格ルールとは、エネスカンターフリーダムのドラフト参加表明後もタスクフォースは女性の定義を示せず、ということでですね、あれからね、この WNBA この会合を開きまして、なんとですね、結論出せませんでした。つまり女性とは何なのか、これを定義することができなかったんですね。だからね、今回の問題、いかにね、この WNBA というのが積んでしまっているのかというのがよくわかるんじゃないかなと思います。男の子はどの子ですか、女の子はどの子ですか、こんなのね、小学生に聞いたってわかりますよ。なんですが、この生物学というのを無視してね、この WNBA のコーチや選手というのはジェンダーアイデンティティを持ち出しているため、おそらくね、このリーグ自体は板挟みになっているんでしょう。結論出せないんですよ。自分たちのリーグが女性しか参加できませんと言っているにもかかわらず、その女性を定義できないんですね。で、現在これは結論が出ないまま、こちらベニー・ジョンソン保守派のインフルエンサーですね、報告しているんですが、このように会場ではね、女性のスポーツを守ろうという活動家らが集まりまして、これをアピール。さらにはですね、こちらにね、投稿されているんですが、こうキャプションでね、彼らが WNBA ドラフトへの参加を表明となっておりますが、もう明らかに女装しているだけの男性がね、この会場を練り歩いていると。このようなね、非常にカオスな状況になってしまっているんですね。で、このビデオほんと面白くてね、これセキュリティですかね、黒人の女性がね、この二人を軽減そうに見ているんですが、最後笑っちゃうっていうね。現在この WNBA というのは非常に馬鹿らしい状況になってしまっておりまして、それもそのはず、このリーグ自体が女性というのは何なのかを定義できないという馬鹿げた状態になってしまってるんですよ。そしてこちらね、エネスカンターフリーダム、あれからもね、新たな投稿というのをしておりまして、この WNBA をね、煽りまくってます。よく聞いてくれ。これまでに私は元 WNBA 選手2人、G リーグ選手3人、ヨーロッパでプレーする選手3人と話をしてきた。彼ら全員がもし WNBA がルールを変更しないのであれば、この運動に加わる準備ができており、女性としてカミングアウトして、2027年の WNBA ドラフトに名前を出すことを検討していると言っている。つまり、あと8人が自分に続く用意ができていると。話を聞いてほしい。NBA の G リーグの選手の年俸は、これ野球でいうところのマイナーリーグですね。ここの選手の年俸は$45,000なのに対し、WNBA のトップ選手は$140万を稼ぐ。この男性たちは女性を辞任するだけで年間$135.5千多く稼げる可能性がある。ルールはルールだということで、このね、エネスカンターフリーダム、もうね、完全に積んでいる状態となってしまっております。この WNBA に対し、このままだと大変なことになるぞと詰めている、こういった状態になっています。そんな中ですよ。そんな中発生したのが今回の出来事で、このようになりました。トロントの WNBA チーム、シー・デイのプロナウンを持つ新たなブッチ、亀のマスコットを発表。ということでこちらですね、ブッチとあります。こちらが本日のキーワードになります。ブッチ。ここね、女性について、男性のような外見や振る舞いをしていること、または、ここね、男性について、大きな筋肉があって非常にたくましく男性的とされる振る舞いをすること。ということでね、こちらのブッチというのは男性的なという意味になります。で、これね、ちょっと文脈によって大きくね、そのニュアンスというのが変わりますので、ちょっと本日ね、これ大変重要なワードになってきます。詳しく解説しますね。
で、このね、ブッチの意味自体は先ほども言った通り、男性的なとか、たくましい、男っぽい、こういった意味になるんですが、先ほどね、こちら見出し見ました。これね、ピンクニュースという LGBT 系のメディアです。ここでブッチというワードを出してるんですね。で、さらにはこちらです。デムというね、同じく LGBT 系のメディア、ブッチ、言ってますね。なんですが、これを報じている他のメディア、こちらもそうですね。こちらはチームのね、公式サイトになりますが、どこにもね、このワード出てこないんですよ。ということで、このね、ブッチというのは、この LGBT コミュニティの中で、本当に簡単にご説明しますと、男性的な振る舞いをするレズビアン、クイア、このことを指してるんですね。この逆、女性的になるとフェムと言いますが、このブッチとフェム、これが対になっているワードなんですね。で、こちらブッチ、スラングとしてね、ウィキペディアも立っているんですが、ここにね、写真がありまして、イメージとしてはね、もうまさにこんな感じです。この感じ、わかります？これがね、ブッチと呼ばれているわけですよ。この方もそうですね。で、これ最近ね、ピクサー方面で見たなと思われる方多いかもしれませんが、限りなくね、こちら、リメンバーミーツ、ミゲルの新デザインですね、この髪型。これに近いものがあるんじゃないかなと思います。で、このブッチというのはもともとね、タフな男を表す、俗語として使われ始めたと言われているんですね。じゃあなんでなのかというと、これ1800年代に実在したこちら、ブッチ・キャセリーに由来していると、このように言われています。この人はね、強盗団のリーダーとして知られておりまして、ワイルドバンチと言われる犯罪集団のリーダーだったんですね。で、この彼の相棒がね、サンダンスキッドと言いまして、この二人というのは後に、ブッチ・キャセリー&サンダンスキッドという映画になっています。皆さんこの映画ご存知ですか？現代聞いてもね、わからないという方も、放題を聞いたらね、多くの方がわかるんじゃないかなと思います。これ日本では、明日に向かって撃てというタイトルで、1970年に公開されました。主演がね、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォード。ブッチ・キャセリーをポール・ニューマンが演じ、その相棒ですね、サンダンスキッドをロバート・レッドフォードが演じました。で、昨年ですね、ロバート・レッドフォード亡くなってしまいましたが、彼が主催となっている映画祭があるんですね。これが、彼が演じたサンダンスキッドから名付けられまして、サンダンス映画祭と呼ばれています。でね、こちらのブッチ・キャセリーなんですが、このね、ブッチというのはもともとね、お肉屋さんのことをね、英語でブッチャーって言うんですよ。そこから来ていると言われているようですね。で、彼ね、もともとお肉屋さんで、そこから転身して強盗になっているので、彼ね、いろんな名前を語っているんですが、これね、本名じゃなく、ニックネームなんですね。で、その中で一番有名なのが、このブッチ・キャセリーで、このブッチというのが後に、この荒くれ者、男らしさ、こういった意味を持って使われるようになったというわけです。そしてこのワードを現在、LGBT コミュニティはスラングとしてね、男らしいレズビアン、クイア、これを指す言葉として使っているというわけです。ということでね、少し長くなってしまいましたが、改めてこちらの見出し、見ていきたいと思います。トロントの WNBA チーム、She, They のプロナウンを持つ、新たなブッチの亀のマスコットを発表。トロント店舗は今週、2体の新マスコットを発表した。クイアのファンたちはすぐにデズとドットに注目。噛みつき亀のデズがプロナウンとして She, They を使用し、暇な時間には DJ をしていることが発覚した。またファンたちは、この2体が本当にただの友達なのかについても特に興味を示している。デズはオンタリオ州マスコーカ出身の噛みつき亀で落ち着いていて賢く、常に数手先を読んでいると説明されている。そしてここです。また明らかにブッチらしい雰囲気を醸し出している。ということでこちらでは何が起きたかと言いますと、この WNBA ですね、今年実は、リーグとして史上初にはなるんですが、カナダからのチームをリーグに迎えているんですね。これアメリカのリーグではあるんですが、カナダのチームが初めて参入しました。これがトロント店舗というチームです。で、これもね、このチャンネルを古くからご覧になってくださってる皆さんだったら、特に2年以上前からご覧になってくださってる皆さんだったら、重々承知なんじゃないかなと思います。このカナダというのは、ポリコレ先進国、お目覚め先進国として有名なんですね。ちょっとね、もはや、今となってはね、サムネイルをお見せするのもはばかられる感じなので、このチャンネルの動画ね、カナダで検索してみてください。すっごいの出てきますから。ほんとね、ぶっ飛んだ動画が出てきます。ぜひね、ご覧になってください。カナダはすごいんですよ。で、当初からですね、コメントでは、このカナダ在住の方からね、本当にすごいですと。このようにね、現地の人言っていたくらい、すごいんですね。で、今回ですね、こちらね、指差しで大変有名になりました。ソフィー・カニンガムと、かねてからね、この WNBA でいじめられまくっていると言われております、ケイトリン・クラークが所属しておりますフィーバーが、このトロント店舗の本拠地に初めて出向き、試合を行ったんですね。で、この試合に合わせて、このトロント店舗、こちらのキャラクターを発表したというわけです。これすごいでしょ。もう何かしらの意図があるとしか思えませんが。で、一応これ言っておきますと、このトロント店舗はね、このキャラクターが LGBT コミュニティのキャラクターであるということは明言していません。ただ実際にね、こちらに書いてあるんですが、ここね、デズが C で、そしてその相方ですね、ドットが C ハーということで、プロナウンを使っているという時点で、そういうことでしょう。C デイですからね、こちらね、ヘアスタイル見てください。
ね、そういうことなんですよ。なのでもうすでにね、こういった LGBT 系のメディアというのは、このキャラクターがね、コミュニティのキャラクターであると、このように認識しているわけですね。で、これはコミュニティの邪推とか因縁とかそういうのではなくって、このキャラクターの設定からコーディングされていると言われているので、ちょっとこれはね、後ほど見ますね。改めて見ますと、デズはね、いいんですが、これ、ウサギのドット。わかります？こちらがね、公式が実際に出しているイラストなんですよ。これが元になってるわけでしょう、おそらく。ここ見てください。特に耳。全然違うんですよ。こっちのね、ウサギさんは、わかります？この2本のね、耳を1本に束ねて、ポニーテールのようにしているというね、こういったデザインなんですね。これです。全然違うんですよ。フィーバー戦に合わせないといけないから、修正が間に合わなかったのかもしれませんね。これね、2本に分かれちゃってるんで、もうすでにね、ここのゴムの意味がないっていうね。よくわからないデザインになってしまっておりますが、現在ね、何かと物議を醸しておりますフィーバーが、自分たちの本拠地に来るということで、ここに合わせて、このマスコットキャラクターをお披露目し、投入したというわけですね。でね、この時の試合の様子、ここにね、書かれているんですが、フィーバーのソフィー・カニンガム、トロントでの店舗戦で、ブーイングを浴びる。ということで、これがね、カナダ、トロントということですよ。マスコットだけではありません。この観客たちが、自分たちの本拠地に来たソフィー・カニンガムに対し、これね、継続的にブーイングをしていたということで、この記事ね、書かれているんですが、この戦いね、フィーバーが勝っているんですが、カニンガムがね、出場した時、ブーイングが起きたと。で、こちらですね。カニンガムは第4クォーターに3本のフリースローを打った際にも、大きなブーイングを浴び、試合後、コートを去る途中で、立ち止まってファンにサインをしていた際にも、再びブーイングを浴びた。ということでね、この会場では、このね、ソフィー・カニンガム、おそらくブッチであろうと言われているキャラクターに迎え入れられただけではなく、観客からもね、終始ブーイングを浴びていたと。このようになっていたというんです。こちら、オリー・ロンドン、保守系のインフルエンサーですね。これを伝えています。なんて馬鹿げてるんだ。WNBA なんて冗談みたいなもので、左派のリベラルを満足させるためだけに存在している。女子リーグが必要なんですってか、かわいそうに。これまで一度だって利益を出したことがないし、これからも出すことはない。NBA から補助を受けて成り立っているだけだ。完全な茶番で何の価値もない。ね、WNBA というのはもともとね、大きな負債を抱えていたんですが、ここではね、一度も利益を出したことがないと言われておりますが、もうまさにね、現在いじめられていると言われている、ケイトリン・クラークですね。彼女がとにかく人気だと言われていて、だいぶリーグとしてはね、持ち直したと言われているようですね。故に嫉妬から、他の選手からね、標的になっているなんてことも言われているようです。このレズビアン的な暗喩を仕込むために、どれだけの時間をかけたのか。デズは、デズと韻を踏んでいて、スナッピンタートル、これ、噛みつき亀ですね。これは、女性器を指す暗喩表現なんだそうです。これ調べたらね、実際にそうでした。そしてタコスが大好きというのも女性器を指す暗喩表現になっていると。で、これもね、調べましたが、タコというのは本当にそのような意味があるそうですね。ということで、亀のキャラクターがね、ブッチであるというのは LGBT メディアの妄想ではなくって、もう全ての設定がそれを物語っているというわけですね。ウォークジョーク。WNBA チーム、シーデイのうんざりするマスコットに批判殺到。今シーズン行われた WNBA の試合で、最も視聴された上位10試合すべてにクラークとフィーバーが出場している。彼女はほとんど自分だけで一つのリーグを形成しているような存在だ。それにもかかわらず他の選手たちは彼女を無視したり、荒っぽく当たったり、彼女のプレーをけなしたりする傾向がある。トロント側も自分たちのチームにいつも以上に注目が集まることを十分に理解しており、この機会を利用して試合のハーフタイムにチームのマスコット、デズとドットを初披露した。はい、ということで本日はですね、現在女性の定義をめぐり物議を醸しております WNBA。そこに今年迎えられましたカナダのチームがフィーバー戦に合わせてブッチを思わせるマスコットキャラクターを投入し、何かを訴えたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回のね、この件は、このキャラクターがね、トランスジェンダーというわけではないんでしょうが、少なくともこの機会を利用して、私たちのチームはね、LGBT フレンドリーですよ。こういった美徳アピールをしたのかなというように見られているようですね。いやー、それにしても、カナダすごいですね。さすがですよ。やっぱりね、観客も観客ということで、今回のこの試合ではね、初めて自分たちの本拠地に来たフィーバーに対し、終始ブーイングを浴びせていたというね、そこも含めてね、何かを感じるものがありますが。で、現状ですね、この WNBA が自分たちが言っている女性というのは何なのか、この結論を出せるのかというのはまだわかりません。ただね、あんまりもたもたしてると、ドラフト始まってしまうので、またね、これについては、どういう結論を出すにせよ、そこがね、あるんじゃないかなと思います。いやーでもね、今年初めてですよ。アメリカ外に本拠地を置くチームを迎えた。そのチームがこれですから。
この WNBA というのが、いかにお目覚めになってるかということですよ。本来であればね、レズのキャラクターが出てきたからなんだって話なんですよ。これ単体で見ればね。でも、何年も前から指摘されているこの WNBA の問題。で、これが今年ね、唯一迎え入れた国外に拠点を置くチームから出てくる。そしてソフィー・カニガムに対して終始ブーイングをしている。ここまでが揃ってしまうと、全然違う文脈になってしまうんで、やっぱりね、ただブッチのキャラクターが出てきました。こういった単純な話ではないということですよね。ゆえにね、このリーグというのが、どのような結論を出すのか、そこに注目が集まってしまうということですね。でも実際どうですか皆さん。ここまでね、全面的にチームやコーチや選手らが LGBT フレンドリーをアピールしている。そんな中で IOC のような決定できると思います？ジェンダーアイデンティティを、否定までいかずともね、少なくとも区別はして、女性スポーツにそれは持ち込まないでくださいって言えると思います。だからどれだけね、このリーグというのが難しい立場に立たされているのか、今回ね、この一件を見ても本当によくわかりますよね。ぜひね、これにつきましては、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。